ファースト落ちた瞬間、時戸さんから LINE 来て、明日ご飯行くみたいなの来た気がする。まずこのチームで大事なのは、多分フードさんからの信頼勝ち取ることが大事だなと思ってて、結構。勝てるのはザンギさんですよっていうのを俺は言ったんですよ。今後ミスったりするけど、最終勝つみたいな。結構多いじゃないですか。はい。まあでもコンボはミスんなよって思いますけど。時戸さんが優れてるところは、これちょっと言いづらいんですけど。皆さんこんにちは、ロート G の時戸でございます。今回はこちらの方にゲストとして来ていただいております。立川顧問です。はい、どうも立川です。久々に言われたからドキッてしちゃいました、今の言い方。まあね、前回動画に出ていただいて、はい、まあその時コーチ、立川コーチ、時戸、まあプレイヤーということで、はい、まあどういったことがなされているのかとか、まあそれの説明をする動画があったんですが、それがですね、すごいなんか評判良かったらしいですね。で、そう、まあトパンがワールドチャンピオンシップって本当に僕にとっての最後の大会で、コーチしていただいて、で、まあそこで一回コーチ契約終わりまして、はい、で各々がそれぞれストリートファイターリーグに参戦する、6になって参戦するということがありまして、でまあいろいろあってセカンドからまたコーチしてやめてください、ちょっと傷をえぐるの。いろいろなことがまあファーストでまあ彼が脱落しましてね、落ちちゃったんで、そういうことがあって、やっていただくということになっております。で、今回はですね、立川コーチご自身のことや、まあコーチ目線での、僕の課題なんかについていろいろお話を伺えればいいかなと思いますので、まあよろしく。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、前回の動画出演から現在に至るまで、まあいろいろあったと思うんですよ。まあ半年ぐらいですか。どうでしたか？動画の反響はめっちゃありますよ。ちなみに、なんだろう、すごい言われるとかじゃなくて、最近めちゃくちゃV の方とか、ストリーマーの方が入ってくるじゃないですか。で、まあコーチをみんなやる流れになると思うんですけど、俺がコーチやるってなった時のコメント欄のざわつきがすごいなと思いました。時戸のコーチだぞ。これ一本がやっぱなんか強いらしいです。まあでもありがたいよね。いや、ありがたいです、ありがたいです。なんかネームバリューが時戸さんのおかげでついたなって思いますよね。あとやっぱ DFM じゃないですか。新規顧客って言い方だとあれかもしれないですけど、すごかったっすからね。DFM からのこのやってください感が。そう僕的にすごい大きいなと思ったのは、まあ一回コーチを、ストリートファイター5で一旦終わって、6からはプレイヤーとして、グッド8スクワットで参戦するっていうのが、まあ一個大きく、まあ、変わったことっていうか、いやめちゃくちゃでかくないですか。だって俺傷物でしたからね、0勝の変な話。そう、ストリートファイター5の、ストリートファイターリーグ2021の時に1勝もできずに、最後まで迎えてしまうという。6戦0勝とかだったかな、確か。翌年に、そう、グッドエイドスクワットで1年コーチやって、で、僕の方も個人コーチとかやってもらって、スト6で、まさかのグッパチから声がかかってっていう。だから本当に俺もう一回0勝だったらもう無理だなって思ってたんで、多分。やっていくのが、そもそもプレイヤーとして。ファーストステージ負けはしたんですけど、個人的には若干安心はしたなと思いました。繋がるから来年。立川の個人成績的には、まあ、そうです。あの時はそうですね。よかったよね。運よく。はい。まあでもなんか、辛いところをプゲラさんとかに、ガチさんとかに任せてただけで、なんかその分俺の勝率が伸びただけだったから、まあ別になんかそんな、あれなんですけど、ただ、救ってくれた感はありましたね。そういった意味では、グッパチの方たちに。なるほど。で、そこで、一旦、ストリートファイターリーグ終わって、まあ、セカンドからだよね。そうですね。だからもう、覚えてますよ。俺だってファースト落ちた瞬間、時戸さんから LINE 来て、最終節って明日ご飯行くみたいなの来た気がする。時戸さん。いや、これね、いや、早い方がいいなと思ったんですよ。本当に。実績があるじゃないですか。立川をコーチとして迎え入れたいチームっていうのも絶対あるなと思ったんですよ。なので、まあかなり早い段階で、あれだ、秋葉の寿司屋行ったの。いや、そう。早い段階で寿司を誘われ。で、どんな感じでやるみたいな感じで。やる前提？やる前提な会話の流れで。で、あれでも確かね、DFM も、その後。ちょっとすぐぐらいで。本当に同じ日とか、話に行った日ぐらいに、
DFM のマネージャーの方から声がかかったみたいなので、まあそこをどう折り合いをつけてやっていくかっていうのは非常に大きな課題を残す。課題を残す。ただ俺は一応最初実は断ってて DFM を、その時戸さんが早かったので、時戸さん優先でやらせていただきたいので、まあちょっと今回はごめんなさいって言ったんですけど、いや時戸さん優先で大丈夫ですって言ったんですよ。なるほどと思って、それならいけるんかなっていう気持ちでそうだね受け入れたんですよね。そうで、まあいざやってみるとやっぱり大変っていうか、まあ不可能に近いなとは思ったぐらいだったけど、でもまあギリギリ形になったのかなぐらいでしたね。まあ、一回やってよかったなと思います。我々にとってもそうだし、今後、まあ、こういうことがあると思うので、まあ、一つの指標っていうか、そうですよね。どうやっていけばいいのかなっていうのは、一応分かったつもりではあるので、まあ、できてよかったのかなっていうふうに思いますけどね。やはり、立川選手といえば、各方面との、コネクション、確かにね。なんて言うんですかね、こういう。そう、フィクサーフィクサー立川。新しいなフィクサーって言うと、なんかちょっと、印象が、そう。まあ、立川顧問としてね、いろんな方面で活躍されてるんですが、やっぱ今回、ストリートファイター6ってことで、いろんなところとこういう関係を深めていったと思うんですが、そこら辺について。いや、これでも、やっぱ俺いろんなところに前捨てしてるって言われるんですけど、今年マジでしてないんですよね。全然1個だけしたんですよ絶対に、CR カップをやりましょうはさすがにめちゃくちゃしたんですよ。おじじさん、そうおじじと仲良くなるまでの過程はもうめちゃくちゃ多分頑張ったんですよ。そこに全力注いで、その後はもうおじじ様々ですよ完全に。CR カップね、ただのマジででかい団体が入ってきただけで、俺はその後はもう何にもしてないですね。なるほど。だから勝手に大きくなってるっていう。まあでも逆に言えば1回目のその CR カップをやるのに立川は一役買ってると。それはさすがにかなり一役買ったと思いますよ。なるほど。さすがにそれはだってまあでも俺がいたからあったとかじゃないですよ。もちろん別に俺がいなくても行われてたとは思うんですけど、まあタイミングでね早めに行われたとかルールのとかなんかこう、まあ相談役にはなれたんじゃないかなと思いますね。なるほど。あとそうやっぱりいろんなコーチング、ストリーマーの方にコーチングで。だからそれだったらもう前捨てなんてもう俺以外の人なんかしてません？そうなんか配信で言ってた、たまたま配信つけたらなんかそれ日経やりながら言ってたわ。そうなんで日経の配信見てんすか日経やりながらなんで俺の視聴者50人ぐらいの日経の配信見てんすか。たまに見てるから。そうなんですよ。日経ただの雑談配信なんで、業界を語る配信になってるんですけど。なるほど。まあ前捨ては悪いことじゃないですからね。そう悪いことじゃないですから。そう今はなんかこうプレイヤーみんながこう前捨ていっぱいして、こう盛んな業界になってるから、なんか別にわざわざ俺がしなくてももういいなって感じがするんですよね。なんかロビー活動も増えましたからね、やっぱ。言える範囲でちょっとなんか。ロビー活動とかね、そういう活動でコーチングできません。ちょっとこの日無理ですわ。結構あるんですよ、正直。だからそういうタイミングでこいつ2件やってないだろうなっていうふうにチェックするのが立川の2件配信を見るにつながっていってそういうことなんだ。そこで俺は前捨てしてない発言がなるほどね。なるほどね。ロビー活動でいうとどういうところが、まあ、言える範囲で。まあおじい周辺とか。なるほどね。うんこちゃん周辺とかはやっぱり仲良くしていただいてるんですよね。まあロビー活動っていうかまあ普通に飲みに行ってるだけですよね。ただやっぱやる人いないじゃないですか。格ゲー界隈でそういうことを。昔からやってる人はやっぱり、外との交流関係はなかなかその辺は役目だなと思ってやっぱ結構断らないようにしてます。まあおかげさまでね、お互い忙しくさせて、いただいておりますと、いうことです。ストリートファイター6 1年目。で、中でもスト6のコーチ業についてですね。まあ、コーチングは、ストリーマーさんとか、割と始めたての人に対してのコーチングすることはあるとは思うんですが、まあ、立川顧問が、まあ、特別というか、僕のコーチであったりとか、ストリートファイターリーグにおいて、デトネーションフォーカスミチームで、まあ、チームの、相談役として入ったりするっていうところで、
ちょっとお話を伺っていきたいんですが、今回そのコーチをしてる期間が、はい。まあかぶっちゃったんですよね。僕と、そうですね。DFM で。はい。まあ一応 DFM の方とも僕ね、お話しして、ちゃんと、なんだろう、三者ディスコードじゃないですけどやって、まあまあまあこれでいきましょうっていう風な感じで。でもね、最初割とふわっと、リーグの直接対決はお互いノータッチでいきましょう。で、俺も個人も5人見ればいいだけでしょって思ってたんですよね。うん結構。まあリーグの期間中は、まあでもちょっと難しいなと思った瞬間も、あるんですけどどうしようかなっていう本当に厳密な話し合いが必要になったのは、この立川顧問の、ね、おかげもあると思うんですが、我々がプレーオフそしてグランドファイナルに両方残ってしまったっていうのがまた一回話し合いが行われまして、その時に僕の方についてもらえるっていうことになって、さすがにその元の契約が時戸さん優先でだったんで、で俺結構やっぱそのプレーオフの時から多分結構こうなっちゃう可能性あるなと思ってたんで、前に言ってたんですよね。グランドファイナル行ったらもうその時戸さんに行くんでみたいなのも結構一応言ってて、DFM 側からしたらグランドファイナルは不服だったかもしれないですけど、ただそのグランドファイナルまで行った功績の方がでかいと思ってるんですよね、これ一応。そうだね、ザンギさんも言ってたけど、あの状態からよくも盛り返して、すごい勢いね、後半の方すごかったから。DFM の話だったらこれもう山ほど語ることありますわ。そこでポテペドチャンネルで言っていいんだったら別にいいんですけどね。いやなんだろうな。いやでもやっぱ結構フードさんはもう強いじゃないですか。でその最初モケ戦かな、チュンリー戦の時とかにまずこのチームで大事なのは多分フードさんからの信頼勝ち取ることが大事だなと思ってて、結構、あのチームでやっていく上で、だからフードさんがちょうど最初にモケ戦大将行くって言ってて、でチュンリー戦困ってるからなんか欲しいみたいな話があったんですよ。であの試合はもうマジでほぼ全突破でしたね、フードさんに。でフードさんが勝ってからは結構フードさんが押してくれるようになって、俺を。でその後やったのはフードさんはもう放置しても勝手に勝つから、フードさんを武器にしてどうチームで勝つかが課題だったんですよね、あのチームって。でザンギさんとジョンを伸ばすことに注力したって感じで、結果その2人がすごい伸びたからグランドファイナルまでいけたんじゃないかなって感じでしたよね、かいつまんで言うと。やっぱ一番立川仕事すごいのしたなと思ったのは、プレーオフでのシュート対板橋ザンゲフのオーダーになるときに立川が暗躍したと聞いております。そうですね。 DFM はそれまでシュートにみんなやられてて、誰勝ったんだっけな。ジョンがシュートに最初勝って30対10とかでスタートして、その後はもうシュートに全敗してみんな、で60、60になったんですよ。でその時に誰が DFM でシュートに対していくのかって時に、みんなジョンが勝ってるからジョンがいいんじゃないかっていうことを言ってたらしいんです、チーム内は。でも立川がいやここは板山でいきましょうと、いうことを言って、チームメイトも最終的にはそっちの意見になって板山が出て、解消すると。解消でしたね、あれは。よくまずその板山という選択肢を出したのと、チーム的に、ジョンが一回勝ってるし、そういうねリーズナブルだったと思うの、ジョンの選択は。あれフードさんがいなかったらザンギさん出てないと思うんですよ俺。フードさんがいやロンチ大事でしょって言ったんですよ。でロンチは俺が出せるんですよ、絶対に。その後ろで見てるから。つまりごめんなさい、ロンチっていうのは確率が一番高いオーダーをしましょうっていうことですね。そうです。で現地はこう雰囲気とかがあるから、ロンチとかじゃないんですよ、やっぱ。勢いみたいな話になっちゃうんですよ。それはジョンが勝ってるからジョン行こうって話になるじゃないですか。で外で俺はその4人分のマリーザ戦を見てきてるから、その俺が一番冷静に見れるんですよ、状況 100%、そこは。で勝てるのはザンギさんですよっていうのを俺は言ったんですよ。でそしたら多分ザンギさんとジョンとナウバンだけだったらいやーみたいになってると思うんですよ。でもやっぱそのチーム内のフードさんの発言力が強いから、いやロンチ大事っしょって言ってザンギさんが言ってるんですけど、これはやっぱ
模型戦が一番でかかったと思うんですよ。ああ、なるほど。そこで一発目で風さんからの信頼を勝ち取るかどうかが大事だなと思うんです。やっぱ信頼で冷静な目があるとね、やっぱりいいなと思いますよね。中入ってたら絶対できないですもんね、そういう判断。だから俺でもできないです。俺がその中に入ったら絶対できないです。それはそうですね。でもなんか俺自信あるんですよね、結構多分最先端の攻略をしようって気持ちがすごい強いんですよ。いろんなことやって。だから俺多分豊さんに無茶言ってる時結構あると思うんですよ。なんか最初にラッシュ伸ばしましょうみたいな、ラッシュ壊ししましょうみたいなとか、ああいうのって多分その時はそういうのなかったんですけど、生ラッシュ壊し、そうですね。でなんか新しいことをすごいなんだいろいろやってる自信があるんで、毎回メタの最先端を更新してるのがこっち側って気持ちでやってますけどね、一応。でも本当にそうだと思います。第三者目線で僕に新しい視点をもたらしてくれるっていう意味で非常に大きな存在かなと思います。そうだから前と僕が決定的に違うのは、前はもうある程度出来上がったゲームでトパンガワールドチャンピオンシップっていうのに勝つためにどうすればいいのかっていうのをやるっていう。今回決定的に違うのはストリートファイター6っていうのをどういうふうに捉えてどういうふうに攻略を伸ばしていくかっていうのは前と決定的に違うところですよね。ここはね、正直どうなるか分かんないなと思ってたんですよ。前にやってもらった部分じゃないんで。ただそこにおいてもかなりしっかりしたものを提供してもらってるなっていうのは今回思ってるところですよね。それは良かったです。コーチから見た時戸のスト6について、立川先生から見た時戸さんが他のプレイヤーで優れてるポイントまたは弱点課題について、いいポイントと悪いポイント。いいポイントは一つ素直。いやでもこれってでもすごいことですよ時戸さん、だって普通こんな勝ってこんななんか世間に認められてる人がこのなんかちょっと年下の勝ってない小アッパの言うことを聞くってなかなかないですから、だいぶ下だけどな。一回り違いますからね。あれなんだと思います。純粋に格闘ゲームを上手くなる欲求がすごいんだろうなと思うんですよ。そういう人じゃないと聞けないと思うんですよね。これがある人は本当に上手くなる人間だなって思いますよ。だから川野もそうなんですよ。言ったら川野も本当に雑食、もう何でも言うこと聞く。そういうところは絶対に見習おうと思います、本当に。だから俺やっぱ攻略に自信を持っちゃうから、結構この入ってくる情報をシャットダウンするときはあるんですけど、良くないなと思わされました。なるほど。コンボミスったりするけど最終勝つみたいな結構多いじゃないですか。はい。でコーチ目線なんすか。でもコンボはミスんなよって思いますけど普通コンボはねやっぱね、最近でもやっぱりあるからね。でもちょっと減ったと思わない？かなり減ったと思います。いやただ時戸さんなんかこれぐらいの体力を落とすの本当に適当にやるときあるじゃないですか。残り1000ダメぐらい、ドライブゲージ6本あります、これめちゃくちゃ適当にやるんですよコンボ。しゃがみ大パンラッシュ、しゃがみ大パンラッシュ、しゃがみ大パンとかやるんですよ。何やっても勝てるんだ。何やっても勝てるから何でもやるんですけど、多分あの辺が良くないんだろうなって時ありますね。なるほど。それはねかなりいいポイントだね。何でもいいでしょで結構雑にやるんですけど、多分決めといた方がいいね。逆に迷っちゃうから本当に切羽詰まってるポイントで判断とか決断をしなきゃいけない要素はできるだけ減らした方がそうなんですよね。いいんだろう。しかも剣とかコンボ難しいから普通に一回走りがあるからね。しかも走らない方が高いとかもあったりするわけじゃないですか。だからその辺の難しさを踏まえるとやっぱ気持ちわからんでもないんですけど決めた方がいいんだろうなって思います、いやでも時戸さんが優れてるところはこれちょっと言いづらいんですけどオーラあると思ってます。相手がねやっぱりミスったりだとか対人戦なんでコマンドの入力とかそういう一個一個の要素で見ると優れてるところはあんまりないんだと思いますよ実際、あとやっぱ対戦相手がいるっていうところもあって、心理戦とか相手が今弱ってるポイントとかをつけてるっていうのは一個、分かりづらく勝ってる要素、評価しづらいポイントだと思うんですよ。なんかやっぱ99秒の間でミスしてる回数が
多分相手の方が多いですね、絶対に。時田さんの場合はそういう風になってると思います、勝手に。やってきたことを全うする能力とかも高いですよね。なんかその本番だからどうみたいなのはあんまないなって思いますね。なんならなんかディスコつなげながらでも普通にやれるのすごいなと思います、大会を。しかも内容変わらんですよね。なかなか多分できないことだなと思うんですね。その辺だから数の子さんとかが得意な、マジで得意なとこだなと思いますね。時生さんもなんか似たような長所はあるなと思います。あとスト6だけで言ったらやっぱ幅広いなと思います、動きの今。おかげさまで幅は出せるにちょっとずつなってますよね。立川のおかげで結構いろんな動きをやれるようになったんで。剣使いで一番幅があるのと時戸さんだと思うんですよ。もうそう思いますよ、普通に。だからアングリーとかが勝ってるのはやっぱ当てるのがうまいなと思うんですよね。その相手が何見てるからこれみたいな、その辺は絶対に時戸さんよりこう優れてる部分で、アングリーとかが。でもなんかそこで戦うはなくていいと思うんですよね、別に。時戸さんはなんかこう選択肢の多さとかバランス感で勝てばいいと思ってるんで。現状の弱点、課題とか。いやでも前はだからそのコンボが致命的に下手とかリーサルの判断が悪いとかインパクトが返せないとかあったんですけど、リーサルの判断最近めちゃくちゃ良くないですか？リーサルはおかげさまでやっぱね時間かかるんですよ。あれは時間かかっちゃった。まあそうですよね。で剣がねやっぱ思ったより減らなかったり思ったより減ったりするキャラだから、指導が違うと。それってね変わったりするの、ゲージ使う使わないとかで。だからめちゃくちゃ難しい点だなと思ってたんですけど、だいぶクリアしてくれてるんで、やっぱあとはインパクトかな。インパクトはでもやっぱりね、この前動画出したおかげであれやっぱ出してよかったっすわ。みんなねおかげさまでランクマとか行くとインパクトに使ってくれるんですよ。嬉しいな。いやこれすげえ、いやみんな打ってくれてる、すごい返したらリターンつながるじゃんと思いながら食らってるっていうもうギャグでしょ。すごいいい練習がギャグなんですよ。練習につながる布石が打てたのかなっていう思います。でもそんななんか致命的な弱点みたいなのはない気しますけどね。今はもうだいぶ内容がいいと思いますよ。だからそうなっちゃうとこっからが難しいんだけどね。インパクト返す返さないとかは分かりやすいポイントなんだけど、だからバランスですよね。だからその別にその悪いわけじゃないけど、多分その突き出ないとダメじゃないですか。もう他の剣とは比べ物にならんぐらい強いみたいな、ポイントにならないと、こう LCQ 抜けるとか、リーグで安定して勝つとかになると難しいから、そこが課題ですよね。だから今一般の剣よりちょっと強いぐらいだと思うんですけど、そこをもっとこう抜けないとダメだなと思いますね。カップカップで一旦終了。一旦そうですね。でそこからまたどうするかっていうのは。そっか。来シーズンリジェクト。いや待ってますよ、リジェクト。僕はだからバーニングコア出れなかったんで今年、残念ながらやはり。そっか。だから今年も傭兵待ちというか、お待ちはしてるんですけども。傭兵なのか、コーチなのか分かりませんが、立川さん今オファー待ちということです。ちょっと待って、リジェクトはっていう話をしてるんですけど。リジェクトはだから俺はもう自信満々にコーチとしては推したいよね。コーチとしては。ただ選手としてはやはりその前捨てがあったことは、僕はあれですよ、ちゃんとチームには共有してこういう申し出が僕の方にありましたというのは、なるほど、共有してます。コーチとしてはすごく推してくれる。コーチとしてはやっぱり選手としてはでも選手とコーチは両立はだから、コーチは1回なしで選手としてクリーンに見る。なるほど、クリーン。ただどうしてもって言うんだったら頑張りますよ。両方どうしてもって言うんなら。わかりました。じゃあその前捨てが選手兼コーチをじゃあ、お得ですからね。確かに。いやどうなんですかね。そのぐらい強い。でも今年の DFM の上がり方具合を見ると人気はあるかもしれないですね。だから俺いぶし銀とか行きたいですもん、コーチ。普通に結構自信ある。その勝たせる自信結構ある。ディレクター本当にだからもうなんか言っていいのか分かんないけど、まだ全然決まってないですからね。本当に黒人さん含めね。コクはやっぱ活躍してんちゃいますか。コクがいろいろ頑張ってるフィクサーコクがアピールはですね、
来てますまあそんな感じでございますか。立川さん、本日もありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました。時生さん、まあ何か告知なんかがあれば。有料ノートをそろそろ販売しようと思ってて、ほう。攻略記事をあ、へえ。もう完全に有料にして販売しようかなと思うんで、この時に出てたら買ってほしいなと思ってますね。もう本当にこの一冊でいいみたいなのを作るつもりなんで。じゃあ教科書的なものをそうそう、もう基礎学みたいな、もう格ゲー基礎学みたいな、もう俺が書いちゃおうと思うんで。それはね、今までね、なかなかできてないところだから、それがね、成功すれば。そうなんですよ。俺やっぱ新しいことやるの好きなんで、で大量の人が炎上してきてる流れなので、ただこのタイミングの俺ならいけるんじゃないかっていう。まあでも今までその教科書みたいなものがあれば、もっともっとその広がりやすいっていうのは、今ね、間違いなく言われてきたことだし、新しい人たちが入ってきた中で、そういったものが作ることができるんだったら、そうなんです。価値があるものになるだろうね。ただやっぱりすごく大変な作業なので、さすがにある程度の金銭は取ろうと思ってますね。てかやっぱ金銭払った方がもう正直なんだ身になりますよ。そうですね。もし炎上したら動画で炎上動画ですよ。ここで呼びづらいからな。じゃあ国の YouTube とかそうです。だから次回こっちで言われるか、もしくはだから国の YouTube に出てるかはまあ立川の今後次第っていうそんな、はい、まああとYouTube も僕最近ちょっと精力的にやらせていただいてるんで、またそちらの方も登録していただけると嬉しいです。それでは、本日の動画は以上となります。次の動画でお会いしましょう。また。